皆様こんにちは。このチャンネルはバンドメイドの一丁名手がいろいろ個人的な意見や感想をつぶやいていくチャンネルです。今回は前回の金沢8ホールのお給仕から次回の岡山クレイジーママキングダムのお給仕まで約3週間間が空くということで時間がありましたので、これまでの10thアニバーサリーツアーのセトリをまとめてみました。せっかく作ったので、これをもとにこれまでの状況と今後の希望みたいなものをつぶやかせていただこうと思います。はい。ということで、これまでの10thアニバーサリーツアーのお給仕のセットリストをまとめたものがこの表になります。基本的に曲名については新しいもの順に並べているような形になってまして、どのアルバムに入っているのかとかっていうのが分かるような形にしています。で、列に関してはスカイブルーのところが日本でのお給仕で、ピンクのところがアメリカとかメキシコのお給仕ですね。あと色が濃いのはフェスになります。で、各数字についてはセットリストの順番ですけど、一番上の行については丸がついているのが私が帰宅したお給仕、あるいはしようとしているお給仕になります。で、ちょっと関係ないんですけど、大阪と長屋については私がここからお給仕に帰宅できたということで、ちょっと参考のために載せてるだけです。で、この表に基づいてですね、ちょっと、これまでの考察というか感想というか、ちょっと今後の展望なんかも含めてつぶやいていきたいと思います。まずGo Easy については、長野でやったんですけど、金沢ではやってくれなかったので、ちょっと私はまだ聞けてません。ちょっと今後やってくれるのかどうかっていうところになります。シャンブルズについては、サクラメントで、披露されてからですね、それ以降はコンスタントにやってくれてますので、これは今後もやってくれるのかなっていうふうに思います。あとメモラブルについては、もうほぼフェス以外では必ずやってくれてますので、これは今後も続いていくのかなっていうふうに思ってます。で、アンリッシュからですね、アンリッシュは東京ガーデンシアターで全部やってくれてますが、それ以降のお給仕でどうなってるかっていうことなんですけど、From Now On はもうほぼ必ずやる形ですよね。で、次のバランスについてはたまにやる形です。私は聞けましたのでラッキーかなと思ってます。あとアンリッシュについてもほぼほぼやる形にはなってますが、たまにやらない感じですね。長野でやってなかったりっていう形です。センスも前半は結構やってたんですけれども、ちょっと後半やらなくなってきてるのかなっていう感じです。アイルについては福岡でやりましたっていう形になってまして、それ以降は全くやってないので、ガーデンシアターで聴けたのはラッキーなのかなと思ってます。コラリウムもなかなかやらないですね。かなり好きなので、ぜひやってほしいんですけども、これまで3回という形ですかね。あとインフルエンサーは前半かなりやってくれてたんですけども、後半はほぼほぼやってない形になってます。メキシコでやりましたよねっていう形ですね。あとヘイトは前半やってなかったんですけど、後半ギターバトルとかが、始まってからはほぼやってくれてる形になってます。あと火花ですね。これはアンリッシュじゃないですけど、これはガーデンシアターでだけやってる形になりますので、こちらなかなか貴重なのかなと思っています。あとアバウタースもそうですね。ガーデンシアターだけという形です。それからアンシンワールドからになります。で、アンシンワールドからはアフターライフがたまにやってくれるんですけど、Wi-Fi とユースはやらない感じですね。これもし聞けたらめちゃくちゃレアなのかなと思います。あと、さよなきどりについては、小鳩曲の中では多分一番やられてる形かなと思います。それから、これ私も聞いたことがないですけど、ケミカルリアクションですね。これも聞けたらかなりレアかなと思います。と、マナーズですね。こちらは結構やる形になってます。特に後半はですね、入ってきてますので、ちょっと今後どうなるのかという形です。アイステルシークリベンジですね。これもほぼほぼやらないので、私はたまたま2回聞けましたのでラッキーかなと思ってます。あとジョバンニですね。これは10thアニバーサリーでは全くやってませんが、昨年のダイヤモンドホールでやったという形ですね。あと HGK、これもガーデンシアターでだけやったという感じです。ブラックホールも前半10thアニバーサリーツアーではやってたんですけど、後半はやってない感じになってます。あと本会ですね。これが
長野、金沢でやりましたので、ちょっと今後入ってくるのかなっていうふうに思っています。で、ずーっとセドリに入り続けているのがこのノーゴッドですね。もうこれは完全に定番になっているのかなと思います。あと、ワーニングについては、これも前半だけで後半はほぼほぼ入ってないイメージですね。あと、ウィザウトホールディングバックについては、フロムナウオンがあるので、やらないという感じかなと思ってます。はい。あと、アルバムではないですけども、ディファレントですね。こちらはたまにやる感じです。そんな感じですね。あと、Don't Be Long, Want More なんていうのはもうちょっと聞くことがかなり難しくなってるのかなというふうに思います。カンカラーからですね、ペイジが川崎だけでやったんですけど、これたまたま私帰宅で来てましたので聞けました。ラッキーだったと思います。あと、グローリーについては、後半からですね、2曲目固定という形になってますので、これがちょっと今後どうなるのかなというふうには思っています。あと、リベラルですね。こちらも静岡と川崎だけでやったということで、これもたまたま私帰宅できてましたので、聞けてラッキーかなと思っています。で、エンドレスストーリーですね。こちらもノーゴットと同じく必ずセトルに入ってきている定番ですので、このまま横浜アリーナまで多分やり続けてくれるかなと思っています。あと、ミラージュですね。こちらについてはかなりレアな形ですね。関西のラウンドでは必ずやってたんですけど、あとはやったりやらなかったりという形です。で、全くやってないのが As the Drop of a Hat ですね。これもし聞けたらかなり超レアなイメージかなと思っています。と、ワンダーランドも前半だけやって、あとはやってない感じですね。それからアジュール、これも1回だけ静岡でやられたということで、私帰宅できてませんので聞けてないです。と、ジレンマーについても前半のですね、関西ラウンドとアメリカのヒューストンだけですかね、でやった形です。あと、バブルですね。これが川崎で1回だけやったということで、これも私帰宅できてましたので、弾けましたということです。ドラゴンクライズとフライングハイは、これはちょっとセトリに入ってこない形ですね。あと、カタルシスについても、テンスアニバーサリーではやってないんですけど、私は去年のナンバー8とダイヤモンドホールで弾けましたという形です。あと、ブルーミングもですね、前半少しアメリカの方でやられた形ですけど、それ以降は、やってないというイメージですね。あと、リンネ、これがアメリカの後半で2回ほどやりましたが、そこだけですね。これ聞けたらかなりレアかなと思います。で、バンドマイクのところはやらないと思うんですけども、あと、シングル曲ですね、ハイド&シークスマイル。これは多分かなり難しいのかなと思っていますが、聞けたらこれは超レアだと思います。あと、オンセットですね。こちら、ガーデンシアターでやってくれましたという形です。あと、スタートオーバーですね。シングルでいうスタートオーバーとスクリーミングですけど、スクリーミングはかなりの確率でやってくれるんですけど、スタートオーバーは、これも超レアなイメージになるかと思います。あと、ワールドドミネーションからですね、I Can't Live Without You に関しては、全然やる気配がないですね。私大好きなので、ぜひ聞きたいんですけど、聞けたらラッキーかなと思っています。あと、プレイについては、途中ちょっとやらないときありましたが、今ほぼほぼ4曲目固定ということでやってくれてるイメージですね。あと、ワンアンドオンリーについてもですね、私についてで言うと、京都に行ってましたので、これはバンドマイコリスペクトでやってくれたということで、たまたま聞けた感じですね。あと、ドミネーションについては、これもノーゴットと同じで必ず、入ってきてます。しかも最近はもう1曲目固定ということで、ドミネーションで始めるのが定例になってます。あと、フェイトは、これももし聞けたらウルトラレアな形かと思います。で、スピリットがですね、長野と金沢でやってくれましたので、これ今後入ってくるのかなっていうふうに思います。ロッキンミーは、コバート曲としての、さよなきどりについて入ってくるセトリーですね。あと、クラングとターンミンオンですね。これ、やりそうな気がするんですけど、とりあえず今まで1回もやってませんし、私も聞けてない形です。が、どこかで聞
聴けたらなという思いです。キャリーオンリビングですね。こちらについては、ナッシュビルで1回やって、川崎で1回やったということで、これもたまたま川崎に私帰宅できてましたので聴けたということでラッキーなものになります。あと、デイドリーミングは、こちらも安定してセトリに入ってくる形かなと思います。あと、たまにですね、アネモネが入ってくるような形ですかね。あと、こちらですね、アライブ・オア・デッド。これは、全くやってませんので、これももし聴ければウルトラレアかなと思います。でダイスについては意外なんですけど、前半入ってなかったみたいですね。で、後半今はほぼほぼ入ってきてるということで、特に今はですね、ヘイトとの連携ということも含めてダイスが入ってきてるかなと思ってます。ハニーはちょっと聞くのはかなり難しそうな気がしますね。はい。それから、チューズミーですね。チューズミーについてもほぼ安定してセトリに入っている形かと思います。あと、ジャストブリングイットからになりますが、こちらについては、ドンチューテルミーがちょこちょこっとやる形ですね。私まだドンチューテルミーがお給仕では聞けてないという形です。それからパズルですね。これは東京ガーデンシアターのやつが非常にインパクトありましたが、新潟で私は聴けたということで、今後もこれぜひやっていただきたいなと思っている曲ではあります。あと、モラトリアムですね。こちらも前半少しやりまして、サクラメントでも1回やりましたが、なかなか出会えない形ではあります。あと、養老についても、前半の九州・関西ラウンドでやって、あとアメリカで少しやってっていう形で、それ以降はちょっとやってない形になりますね。あと、クロスですね。こちらが、九州ラウンドだけでやった形ですかね。私は聴けてないということで、ぜひ聴きたいなと思っている曲でもあります。あと、オーパーツ。これは多分やらないと思うんですけど、これぜひ聴きたいなと思っている曲の一つでもあります。Take Me Higher が、長野、金沢でやったということで、今後もちょっとやってくれるのかなと期待されるものになります。ストーファットですね。こちらは全くやってないし、ちょっと今後もなかなか難しいのかなと思っています。で、小鳩曲ということで、タイムですね。で、熊本は小鳩スペシャルがありましたので、当然やりましたが、それ以降ですね、金沢で私聞けましたということで、タイム今後ちょっと入ってくるのかなというふうに思っています。あと、You ですね。これも待ってるご主人様多いかと思いますが、関西ラウンド3つと、その後のアメリカで2回やったっきり、もうやってくれないという感じかと思います。オークワードについては、九州でやりましたけども、京都ですね。これはバンドマイコーリスペクトで入ってきたということで、私はたまたま聴けましたのでラッキーかなと思っています。あと、シークレットマイリップスについては、前半少しやってたんですけど、後半はもうやらなくなってしまったということで、ちょっと今後どうなるのかという形です。で、飛ばしてしまいましたけど、Decided by Myself については、これも一切やってませんので、今後もなかなか難しいのかなと思っています。で、アンフェアゲームですね。これは今まで3回ですね、やってまして、たまたま私は新潟で聴けてラッキーだったんですけど、これはなかなかレアかなと思います。と、アンフェアゲームやったので、マッチレスガムもひょっとするかもっては思っていますが、なかなか難しいのかなと思っています。あと、ブランニューメイドからは、ノンフィクションデイズがガーデンシアターでやったんですけど、それっきりということで、それ以外については、フリーダムとアローンですね。でフリーダムも、前半はやらなかったんですけど、後半は必ず最終セクションの頭に入ってきてる感じですね。で、ビフォーイエスタで、これも好きなご主人さんはかなり多いと思うんですけど、なかなかこれは難しいのかなと思います。で、アローンについては、今は3曲目の固定ということで、今後も多分やってくれるのかなというふうに思います。それ以外ですね、ニュービギニングですとか、メイドインジャパンっていうのは、これはまずなかなか難しいなと思いますし、全然やってないですよね。ただ、スリルとかリアルエグジスタンスについては、どっかでやってくれるかもということで、これを見てても、これが聞けるとなかなかラッキーだと思いますし、それ以外ですね、それ以外の曲がもし入ってくれば、大歓声間違いなしかなというふうに思っています。
それで、テンスアニバーサリーツアーでどれぐらいやってきたかなっていうのを見てみますと、60曲ですね。すごいですね。60曲練習してやってきたということですよね。さすがバンドメイドかなと思います。これが今後、岡山以降ですね、どうなるかというところはまた楽しみにしていきたいと思っています。はい、今回は以上です。それではまた次回。